おはようございます。たかしです。本日は6月30日金曜日、ただいま9時2分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があれば、ポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。また、Twitter での先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしています。Twitter のチェックもお忘れなくお願いします。それではまず日足から見ていきましょう。現在日足はこのグレーの点線ですね。この月足のフィボナッチラインになるんですが 50%、約184円というところが一旦の抵抗になってくると考えてます。もちろん月足のラインですのでぴったりここで反応するというわけじゃありませんので、そこは注意なんですが、現在は反発しやすいところ、ゾーンに入ってきてますよという、そういうイメージを持っておくのがいいと思います。ですので、ここからすぐに下落とかじゃなくって、上抜けてからの下落になるかもしれないですし、この付近で揉み合ってからの上昇になるかもしれないですしとにかく月足での抵抗ラインに来てますので、この辺は意識されてくるだろうというところに今はありますので、その辺に注意してトレードしていく必要があります。つまり、ポンド円としてはかなり今高値圏に来ている、月足のラインに接触するぐらいの高値圏に来ているというところです。ここのところの動きを見てますと、この過去の上昇に対してだいぶ上げ渋っている感じがありますよね。とは言いましても底堅く推移してますので、浅めの押しからの上昇になるのかなという印象はあるんですが、今は一旦の下落を待っておきたいところ、もし日足単位で下落をしてくるのであれば、日足の GMMA の青帯と接触するぐらい、もし値幅調整をするなら176円台ぐらいまで下落する可能性がありますので、その辺は注意ですね。ストキャスティクスは今高値圏から下落中。これがもし下の方まで下がってくるのであれば、比較的大きめの押しをつけてくるのかなという、そんな印象ですね。マクディはデッドクロス、下手になってきますので、ここから下落していくのか、それとももう一段上昇するのかっていうところを見ておきたい。現在地付近でレンジになる可能性もありますし、値幅調整で下落する可能性もあります。このままスルスルっと上抜けるっていうのはちょっと考えにくいかなと思いますが、可能性としてはゼロではありませんので、今はこの辺りでレンジになるかもという、基本的には日柄調整もしくは値幅調整をするだろうという前提で、上抜けることも考慮しながらトレードしていくのがいいですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足にはここオレンジのトレンドラインを引いてまして、今はここに寄っていくような動きなのかもしれないですね。今 GMMA に接触はしてきてます。ストキャスティクスは上昇中。マクディは下落モメンタムが消えてきてますので、ここから上昇できるのかどうかっていうところを見ておきたいですね。ただ GMMA に接触してからの反発が弱いので、もしかするともう一段深めの下落後の上昇になるかもしれない。今は1時間足はこの紫の点線なんですが、目線切り替えポイントがここにあって、今下向きなんですね。そして4時間足の目線切り替えポイントはこのオレンジのライン180円というところにありますので、1時間足の目線切り替えポイント付近では売られやすいですし、4時間足の目線切り替えポイント付近では買われやすいというところで、大きくは180円からここ 183.5 というところでのレンジを想定しておくのがいいかもしれません。今は基本的には上昇トレンド中ですので、もしこの180円付近まで下落してくるようなことがあれば、4時間足の上昇トレンドを崩していく、そもそもこのオレンジのトレンドラインを下抜けることになりますので、ここでの大きなレンジになっていく可能性があります。今は GMMA 接触からの反発がちょっと弱いですので、もしかするとここからもう一段深めにこのオレンジのトレンドラインを目指して下落する可能性もありますし、その辺に注目ですね。次、4時間足のストキャスティクスが高値圏からデッドクロスするタイミングっていうのはもう一段安になる可能性があるので、その辺見ておくといいかもしれません。ただ基本的には上昇トレンド中ですので、その下落を狙うのは優位性がありませんので、下がったところで下げ止まりを待って、そこからの次の上昇を見ておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足昨日の夕方投稿で言っていたのがこのエリオット波動ですね。現在は4波進行中、そこからの5波に入るのかどうかというところです。当然エリオット波動は仮説ですので、5波に入らない可能性っていうのもありますので、ここの4波から今これ上昇トレンドを小さく描いてきてますよね。安値を切り上げ、高値を切り上げしてきてますので、このまま上昇に入っていく可能性もあります。今ちょうど4時間足の GMMA がこのすぐ下を走ってますので、今 GMMA 接触からの上昇になってもおかし
くないところなんですが、1時間足ではエリオット波動を描いているようにも見えますので、もう一段の下落は注意しておいた方がいいと思います。そして下落してきた場合ですね、今は 38.2% というこのフィボナッチリトレースメントのこのライン付近で下げ止まってますが、もう一段下落してきた場合は次は 50%、そして 61.8% と段階的に下がっていきますので、その辺での下げ止まりを見ておくのがいいですね。そしてこのまま上昇してきた場合なんですが、基本的に今1時間足は上昇トレンドを崩して下落トレンドに入ってきてます。ですので、この目線切り替えポイントぐらいまで上昇してきても、ここから再び下落ということが考えられますので、今1時間足は目線が下になっている、そして4時間足では反発しやすいところにあるということで、方向感なく動く。先ほど4時間足ではこのラインですね、180円から183.5 の間でのレンジになると言いましたが、ここに今4時間足の GMMA が走ってますので、今4時間足の GMMA にサポートされているんですが、1時間足では下落トレンドを描いてますので、その辺注意ですね。方向感がなく分かりにくいところに今は入っているということで、その辺を認識してトレードしていくのがいいと思います。なおかつ本日は金曜日、そして月末ということで、慣れない方はトレードは控えた方がいいと思いますので、昨日ドル円とポンドドルが逆の動きをしてますので、ポンド円としては方向感なくほぼほぼ動いてませんけれども、もし大きな円高とかが来たら急激に下落するということも考えられますし、先ほど4時間足で言ってましたこのトレンドライン、オレンジのトレンドラインぐらいまで下落する可能性もあります。そうなると181円ぐらいまで下げてくることになりますので、急激な動きには注意。月末週末っていうのはそういう動きをしてくる可能性もありますので、そこに注意しながらトレードしていく必要があります。極力トレードは控えることをお勧めします。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。明日からプライム会員価格を値上げします。本日が最後のチャンスとなりますので、少しでも気になる方は本日中にご登録をお済ませください。今登録すれば値上げ後も今の価格が維持されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。